皆さんこんにちは、こたつマニア、です。8月10日は、世界ライオンの日、です。おめでとう、すべての、ライオンマニア。ライオンが絶滅の危機にさらされていることや、また、彼らの生息地であるサバンナの減少など、ライオンのことを世界のみんなと考える日です。そんな、ライオン、を、ノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。今回もノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。今回も、ドラッグツールや、チューブツールを使い、作業を進めていきますよ。各ツールの使い方は、以前の動画、タイトル、クラブ、をどうぞご視聴くださいませ。今回は、架空の惑星での戦いを駆け抜けた、このライオン。眺めて楽しい。そして動かして楽しいおもちゃ。人気のキャラクター、ゾイドのライオンちゃんです。オリジナリティを加え、作っていきます。今回お手本にしているのは、ブレードライガー、です。ライガー？ライオンちゃいますのん？楽しんで作っていきますよ。かっこいい、ライオンのたてがみみたいなパーツも、一つだけ作っちゃって複製します。大きさを変えて配置して、それっぽい見た目にしますね。細かいディテールの作り込みや、過度なオブジェクトの積み重ねは、すぐに iPad がシャットダウンしてしまいます。例えば顔に加える複数のパーツ。完成したら同じ色になる部分や、後で動きをつけないパーツは、積極的にリメッシュして、一つのパーツにしてしまいます。どんなに苦労して作った作品も、タブレットの沈黙で台無しなんてもったいないですからね。私は愛用の iPad の呪いで、どうしても、かっこいいものは作れませんので、赤ちゃんライオンをイメージして作りますね。かわいいかわいい。ロボットらしいデコボコは、マスクツールを使って指定して、ギズモツールで持ち上げたり、へこませたりしています。さて、体はリピーターの曲線を使って複製していますので、一つを選んで、マスクツールで凹凸をつけます。全体のスタイルが確認できますし、簡単に編集できる方法です。また、
パーツを追加したい時には、シーンを呼び出して、新しく作ったパーツを、玉泉のグループにしちゃいます。さてさて、どんなライオンができるのやら。しばしこねこね。さて、特徴的なパーツを組み合わせて、ゾイド風、ブルーライオン。完成となります。食物連鎖の頂点に立つライオンも、いつの間にか絶滅の危機だそうです。あなたがプレゼントしたゾイドを見た子供たちが、これはなんて動物？そう尋ねられたら、なんだか悲しいですものねー。あ、本物は、ライガーでしたね。お粗末様でした。